おはようございます。ランチャンネルです。今回は、YouTube で寄せられたコメントの中でその原因の設定の仕方が、いまいちうまくいきません。どうしたらいいですかというふうなコメントがありましたので、そちらを普通とはちょっと違う視点でちょっと説明ができたらなと思って、今回こちらの動画を作ってみました。手順や、どれくらいそれに調整していくのかっていうのは、それぞれのオペレーターさんだったりとか、例えばその会社ごとだったりとかでまたちょっと違ってくるとは思うんですけれども、今回は原因の考え方っていうのをですね、こちらのちょっとカメラ、こういったカメラとのですね、ちょっと共通点があるような気がして、カメラの用語とこの音響の用語っていうのをですね、ちょっと照らし合わせながら、簡単に考えていただければいいかなということで、こちらのカメラを使って説明をしていこうかなと思います。一見関係ないように思えるそのカメラとあと音響なんですけども、考え方によっては音響でいう音っていうのを、写真でいう光に置き換えて考えると、写真っていうのは光をカメラで取り込むことによってそれをプリントしたりとか現像して1枚の写真に仕上げていくんですけれども、音響もですね、光の代わりにその音をミキサーで取り込んでそれをスピーカーから出して一つの音にしていくという、そういった意味ではですね、ちょっと共通点があるんじゃないかなと思ってます。でそこで今回こちらマイク、ミキサー、ゲインコンプ、 EQ だったりとか、書いてあるんですけども、これをですねそのカメラに置き換えるとどういったものになっていくのかっていうのをちょっと、私なりにちょっと置き換えながらですね、なんとなく写真やってる人にとっては多分すごく分かりやすい説明になるんじゃないかなと思って、今回こちらを使って説明をしていこうと思います。まずこのマイクっていうのは、カメラでいうところのおそらくですね、私はこのレンズの部分、これに当てはまるんじゃないかなと思います。レンズっていうのはどういう役割かというと、光を取り込むための、その一番最初の通り道になってきます。でマイクっていうのも音を取り込むですね、一番最初の通り道となってまして、例えば単焦点レンズとかズームレンズとか、その広角レンズだったりとか、いろいろあると思うんですけども、例えばその指向性ですね、例えば単一指向性、あと両指向性だったりとか、ズームだったら超単一指向性だったりとか、そういったものに置き換えられると思いますし、何ミリとかだと例えばこれは周波数とか、そういったところになってくるのかなと思うんですけども、そういったその最初に通る、道としてレンズとマイクっていうのは、一緒のような意味合いになるのではないかなと思っています。で今度この次ミキサーですね。ミキサーは何かと言いますと、カメラでいうところのこのボディになると思います。ボディっていうのはこのレンズから通って光を受け止めて、この中でいろいろと操作をして、で最終的にデータとして残していくんですけれども、ミキサーも取り込んだ音の信号をいろいろとミックスして最終的に一つの音として出していく形になりますので、そういった意味ではそのミキサーとボディっていうのは共通したですね意味合いになってくるのではないかなと思います。はい、そして、次原因ですね。原因、これ写真で置き換えると何かというと、もう多分ですねその写真をされている方はあれかなっていうのはもうすぐ感づくのではないかなと思うんですけども、こちらですね、ISO、感度ですね。原因というのは、日本語で直すと、利得とか、というふうな感じだったりとか、あとヘッドアンプっていう言い方もすると思うんですけども、とにかくその音を増幅したりとか、そういった意味合いがあります。で ISO 感度っていうのはカメラがレンズを通して通った光をですね一旦受け止めて、それをですねどの程度増幅させるかっていうふうな値になってきます。ISO に関してはだいたい100とかが一番低い
設定になってるんですけども、ISO100 っていうのがですね、一番そのノイズの少ない画質がいい状態で撮れる値になってくるんですけども、最近のミラーレスとかだとかなり高い感度でもノイズが低くなってきてはいるんですけども、例えば普通の写真とかでも例えば3000とか5000とかいくとですね、多分ザラザラしたちょっとやっぱりノイズが乗ったような写真になってくるんじゃないかなと思います。これはですね元の光をいわゆる機械的に増幅させるっていう形になるので、こちらゲインも同じようにこういう感じで通ってきた音をゲインでどれくらいですねこの大きくさせるかという、機能になってきますので、この信号の中には例えばそのボーカルマイクだったらそのボーカルの人の声と、あと周りの空気の音だったりとか他の演奏の音だったりとかっていうのが、含まれていますので、これを膨らませるとですね、ちゃんと取りたい音の以外もですね大きくなるので、そういったノイズも大きくなってしまうということになってきます。なのでこのゲイン、あと ISO ですね、これを上げすぎるとノイズが乗ってくるんですけども、ただ ISO100 とかだとちょっと暗いところでは何も映らなくなってくるので、やっぱりある程度、映るちゃんと見えるなっていうところまでゲインを上げないといけないという感じになってくるんですけども、ISO を上げて物や人がですねちゃんと分かるようにならないといけないので、ある程度やっぱり暗いところでは上げないといけないんですけども、ゲインも同じで、元の声がちっちゃい時だったりとか音がちっちゃい時に関しては、やっぱりどうしても拾えないので、音がはっきりしないのでゲインをある程度上げてあげないといけないというふうな感じになってきます。ゲインとか ISO に関してはノイズが気にならない程度で元の音だったりとか元の写真でいうと人物だとか物だとかそういったものがちゃんと見えるところまで上げないといけない。そこの微妙なさじ加減っていうのがやっぱオペレーターさんの感覚によるものだと思います。それとあとコンプ、そして EQ に関して、これちょっとですねどうしようかなと思って悩んだんですけども、私なりに考えたのはこちら、コンプが F 値絞りですね、そして、EQ がシャッタースピードになるんじゃないかなと思います。コンプに関しては、コンプをかけると、大きな音は、ちょっとちっちゃくしてあげて、で小さい音はなるべく聞こえるように大きくしてあげてというふうな効果があるんですけども、音の輪郭を出すという意味なんですけども、そういった意味で F 値、絞りで、絞りを絞って輪郭をくっきりさせるのか、絞りを開けて、ボケるようなボケ身をうまく出すのか、そういったところのですね、輪郭を出すか出さないかというふうなところになってくるかなと思います。EQ に関しては音質を決めるようなものになってくるんですけども、シャッタースピードに関しては味みたいな、そういったところを決めるところになってくるので、ちょっと多少強引なところはあるんですけれども、EQ イコール、シャッタースピードみたいな感じかなと思います。ちょっとここの辺は、もしやっぱこっちじゃないかなっていう意見があったらコメントをいただきたいんですけれども、皆さん、どう思うでしょうか。こんな感じでですね、マイクはレンズでミキサーはカメラのボディで、ゲインは ISO 感度ですね、そしてコンプが F 値絞り、そして EQ がシャッタースピードという風な感じで置き換えてみると、多分これは写真とかをですねされてる方にとってはそういうことかみたいな感じで分かっていただける内容なんじゃないかなと思います。どういったものを撮ろうかなっていう時にやっぱりレンズっていうのをやっぱり先に考えると思いますんで、ボーカルを撮るのか、それとも例えば、バスドラムを撮るのかみたいな感じでやっぱりマイク変わってくると思うんですけれども、同じように写真もですね、例えばその人物を、撮るのか、それとも、その景色を撮るのかっていうところでやっぱり、選ぶレンズとかですね変わってくると思います。
でミキサーもですね、ミキサーによって使える機能だったりとかいろいろあるので、やっぱりカメラのボディに関しても手ブレ補正がついているとか、そういったですねカメラのボディによってですね性能がまた違ってきますので、それによって本当に撮れる写真が変わってくるということで、やっぱりミキサーというのもミキサーによって作れる音がやっぱ変わってくるのかなと思ってます。で原因ですね、原因に関しては、その写真でいうところのISO みたいな感じになると思うんですけども、原因の決め方の考え方っていうのは、大きすぎず小さすぎずっていうところで、写真でいうところのその適正値っていうところですね、目標に決められるようにですね、ミキサーを操作しながら、適正値を決めていくというふうな感じになってきます。あとコンプ EQ とかに関しては、どちらかというと、味付けの方になってくると思いますので、写真でいうと、ボケ身を出して、印象的な写真にするのか、スローシャッターにして、動いたような印象的な感じにするのかとか、そういったですねもう本当に EQ コンプだとか、そこの部分で、オペレーターの方だったりとか、アーティストの方だったりとかの、味付けをしていくっていう風な感じになってくるんじゃないかなと思います。音の作り方っていうのもですね、カメラでいうと例えばシャッタースピードを優先にするのか絞り優先にするのか、そういった設定もあったりするので、どういった音にするのかによって、ミキサーを設定するその値とかですね、そういったところはだいぶ変わってくるので、その都度その都度ですね、それに合った調整をしていくという、やっぱりある程度いろいろと経験をしながらですね、自分なりの方法を見つけていくっていうのが、そこが楽しいところでもあると思いますので、いろんな経験をですね、していくと、そこで身についていくんじゃないかなと思います。ということで今回はその音響とカメラみたいな感じで説明をしてみたんですけども、いかがだったでしょうか。写真を全然知らないという方には、ちょっとわからないような感じになっちゃったかもしれないんですけども、機会があればですねその写真の方もちょっと、調べてみて、いやそういう意味だったんだみたいな感じで思っていただけると幸いです。ということで今回の動画でですね、もしわからない点だったりとかですねあれば、またコメント欄の方にお寄せいただければなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。